世界はアカシックレコードの見てる夢。今までの宇宙の記憶がしっちゃかめっちゃかでグワーってなってるんだ。オメガの文明や文化なんかもアカシックレコードに記録されているどこかの星のいつかの時代のものだよ。宇宙すべての記憶の見る夢。そりゃあもう知らないことばっかり起きちゃってるはずだから。いざなう私が言うのもおかしな話だけど、気をつけてね。それと、よろしくお願いね。こっちです。こっちこっち。びっくりしますよね。私も自分の姿を見て思わず絶句でしたもん。でもこの姿ならあなたにずっとくっついていられますね。よーし、不肖シエラ、しっかりとナビゲートしますよ。とりあえずは生体反応の集まってるところに向かってみましょうか。なんだか物々しい雰囲気ですね。何しているんでしょう。そこの貴様、何をしている。見ない顔だな。王の手の者か。珍妙な格好をした怪しいやつめ、何者だ。私たちは敵ってわけでは。この小ささで喋った。なんだこいつは。私みたいなのが当たり前の世界じゃないんですか。もうどうすればいいんです。何の騒ぎです？ハリエット様、お騒がせしてすみません。怪しい者たちが潜伏していたので、今まさに捕まえようと。怪しいもの？あなたは。いけません。ハリエット様、危険です。下がってください。どうして危険がありましょう。この方は私の客人ですよ。客人？この方が？ですが、たとえそうだとしてもこの状況では。バルナ、私の副官としてのあなたの気遣いありがたく思います。でも大丈夫です。私に任せてください。わかりました。何かあったらお呼びください。すぐに駆けつけますから。ありがとう、バルナ。さあ、こちらへどうぞ。ここは私専用の天幕です。誰も邪魔は入ってきません。私のことを覚えていらっしゃいますか？つい先日命を救っていただきました。改めて名乗らせてください。私ハリエットと申します。ぶしつけを承知で聞かせてください。私たちのこと、この国のこと、いえ、この世のことをあなたはご存知でしょうか？やはりそうなんですね。違法のいでたち、私たちのことを知らずに、しかし圧倒的な力を持つ人、まさしく伝承の通りです。私たちはどれほど待ちわびたか。伝承って何ですか？それは外がなんだか嫌な感じに賑やかになっていませんか？ハリエット様、入ってください。
国軍側に魔術師が到着。召喚準備を行っている模様です。ここに魔人城を呼び出すつもりなのですね。召喚前に敵陣を叩き、これを止めます。バルナ、全員に出撃の連絡を。いけません、ハリエット様。無謀です。ここは引きましょう。このまま引けばずるずると本拠まで追い詰められてしまう。そうなれば終わりです。それに皆が戦っているのに私だけ逃げ出すなどできるわけないじゃないですか。ハリエット様、一点突破の速攻で勝負を決めます。バルナ、連絡を急いでください。すみません、私も戦いに出ねばなりません。説明はまた生きてお会いできた時に。どうするんですか？分かっています。言われるまでもないですよ。行きましょう、ハリエットさんのところへ。召喚兵、魔人城召喚準備。国にあだなす反逆者を押しつぶせ。魔人城召喚を食い止めろ。突撃！くそ、魔物の数が多すぎる。だがあと少しだ。各員奮闘せよ。抜けた。覚悟。魔人結界。言って遅かったな。現れよ、魔人城。ひるむな、ひる。魔人城出現を確認。魔物が溢れ返っています。魔人城、あれの魔人結界は突破できません。全軍撤退。指揮は私が取ります。全軍撤退完了しました。ハリエット様もすぐに撤退を。いえ、私にはまだここでやるべきことがあります。ハリエット様、まさか。ここに権限せよ、破壊の火を。無理です、ハリエット様。その術は、バスタータワーはまだ誰にも制御できないことは分かっているはず。それでもやらねばならないのです。魔人城の魔人結界を破壊できるのはこれだけなのですから。お願い、答えて。この世界の闇を払うために。
やはり私ではダメなんですか？私の魂では。これぞまさしく危機一髪ってやつですね。あなたはどうしてここに？この人の言う通り、あの状況で放っておける人がいるはずありません。アークスたるもの、ガーディアンであるこの人が放っておけるわけないです。ガーディアン、ありがとうございます。とはいえ、お礼を言ってもらうのはまだちょっと早いかもですね。いくらガーディアンでも無限に湧いてくる敵を相手に戦い続けるのは不可能です。あちこちに散っている敵勢力はハリエットさんの軍隊が押しとどめているようですが、あの障壁を突破して奥にそびえるへんてこな城を何とかしないと。でも城の周りにある障壁、あれを壊すのは相当骨が折れますよ。その間しのぎきれるんでしょうか。バスタータワーが反転した。どうしたんですか、ハリエットさん。障壁を破る方法あるかもしれません。あなたの力、ガーディアンの力を信じさせてください。俯瞰していた戦場に突如現れた異形の城。その出現とともに一方的な状況となっていた。魔人城と称される異形の城が生み出す魔人結界は何人たりとも通さない絶対的な防衛力を誇る。攻めも叶わず引くもできず、あとは蹂躙されるのみ。魔人城より無尽蔵に湧き出る魔物はその圧倒的な物量で人々を圧殺する。もはや情勢は明らか。敗走しか選択肢はないはずであった。しかしそこに現れたるは異界よりの来訪者。悲劇の王女に迫る悪しき刃を断ち切り光をもたらす救世の存在。その圧倒的な力はここより世の歴史に刻まれる。私たちの目的は敵の侵攻を食い止めつつ敵魔人結界および魔人城の撃破です。そしてあちらが敵の陣地、その採用に巨大な魔人城が存在します。魔人城より全周囲に放たれた魔物を押しとどめることで兵士は手一杯。それではいずれ押し切られます。魔人城は敵勢力を生み出す母体。あれを落とさない限り勝利はありえません。敵陣採用の魔人城を倒すですか。ですがあの魔人城とやらを守る魔人結界はどうしましょう。あれの破壊時間かかりますよ。そのための兵器があります。それがこのバスタータワー。バスタータワーの力をもってすれば魔人城の魔人結界を容易に破壊できます。ただ私の力ではこの兵器を扱うことができませんでした。しかし先ほどあなたの力に反応し召喚は安定、起動も可能な状態になりました。今のバスタータワーなら撃てます。魔人結界を唯一破壊可能なバスターパイルを。敵動き出しました。悠長に話している暇はなさそうですよ。要するにバスタータワーで障壁を破壊しその後魔人城を壊せばいいんですよね。はい、おっしゃる通りです。それにもう一点、バスタータワーが敵に破壊されても
こちらの敗北です。ぶっつけ本番ですが、やってみるしかありませんね。私も精一杯ナビゲートします。頑張りましょう。障壁を突破して魔人城を壊しましょう。今のうちにバスターファイルを召喚するためのマナを集めましょう。それでは周囲のマナを集めていきましょう。敵軍が進行を開始したようです。一度バスタータワーの守りに専念しましょう。滅びは平等、滅びは平等、滅びは平等、消えて。敵勢力の制圧を確認。この隙にバスターファイルを召喚し、敵陣の障壁を破壊しましょう。滅びは平等、消えて。消えて、消えて、消えて、消えて。障壁の破壊を確認。あとは魔人城を破壊するだけ。油断せずに行きましょう。魔人城を攻撃しましょう。滅びは平等、滅びは平等、消えて。魔人城の消滅を確認。お疲れ様です。帰還してください。この度のご助力、皆を代表しまして深く感謝申し上げます。この人のおっしゃる通り、アークスには当然の行いです。そんなことよりも魔人城のことが気になります。それにバスタータワーも。まず魔人城についてです。ずーっと敵を生み出し続けていたあれは砦？それとも生物？城とも言えますし、生物とも言えます。無尽蔵に魔物を呼び続ける生きた要塞、その名を魔人城。大規模召喚術によって召喚された世界に刺さる悪しきくさびです。
召喚術？異界より刺激獣を呼び出す魔術の一種です。この世界には魔術というものがあります。大気に存在するマナを用いて超常的な現象を引き起こす技術です。私たちで言うところのフォトンとテクニックみたいなものでしょうか。先ほどの魔人城やバスタータワーの分析が簡単にできたのはルーツが似てるからなのかもですね。人一人が扱えるマナの量には限界があり、魔術の性能は常識的な範囲に収まっていました。このエフィメラが発生するまでの間は、このエフィメラは数十年前から世界中に咲くようになりました。種もつけず、ただ花だけを咲かせます。そしてこれが魔術の触媒として非常に有用であることが分かりました。ある国は身体強化魔術を特化させ、ある国は深層の飛躍調合に用い、またある国は増殖の秘術を編み出し、そして我が国は召喚術に光を見出しました。魔人城は召喚技術の極致です。周囲のエフィメラを食らい尽くして召喚されれば、その場にくさびのようにとどまる。強固な魔人結界を自身の周囲に展開し、迎撃のために魔物を無尽蔵に召喚する。さらに魔人城自体も強大な戦闘力を持つ。どのような魔術を用いても人間の力でこの要塞を攻略突破することはほぼ不可能と言えました。ひとたび召喚されれば、その場に存在するマナとエフィメラを食らい尽くすので、新たな魔人城召喚も不可能。それってつまり魔人城を呼び出した者勝ちってことですか？はい、この世界の戦は魔人城の発生とともに完全に様変わりしてしまいました。それを打破するために生み出されたのが召喚術バスタータワー。さっきの戦闘で使用したあれですね。大気中のマナを束ね、魔人城の展開する魔人結界を砕くためだけの工場兵器。ただその制御には大量のマナが必要。エフィメラなしの我々には到底扱いきれませんでした。しかしこの人はそれを扱うことができた。そして魔人城を撃破することができた。魔術はマナを、技術には努力を、力を使うには代償が必要です。何の代償もなしにこれほど規格外の力を使えていいわけがない。今世界で起こっている国の睨み合いも、我が国で起こったクーデターも、すべてエフィメラに起因しています。世界を狂わす蜜を持つ魔性の花。私たちの目的はこれを排除し、国を、いえ、世界を平和に戻すことです。世界平和とは大掛かりですね。でもあながち外れとも言い切れないのがなんとも。ハリエットさん、その花こちらに渡していただけますか？その花に力を込めてください。武器を持つようにフォトンを込めて。やはり。ハリエットさん、やはりっていうのは？先にお話ししようとした伝承です。この世に太古からある、誰もが知っているおとぎ話。その一節にこうあるんです。世が闇に満ちようとも嘆くなかれ。異界につながる光の彼方より、精霊に導かれし英雄現れる。
英雄はしるべとなり光の道を渡す。その道は勇士の道となりかの者の共柄を導くだろう。導かれし英雄たちは光のもとに迷いし民を導くだろう。そは困難なる道、しかして正しき道なり。汝らそを恐れることなかれ。その手は光の導き手、救世主。そは闇を払い光をもたらす。伝承にある異界よりの来訪者よ。いえ、ガーディアン。お願いです。私たちに力を貸してください。なんだかすごい大掛かりな話になっちゃってますね。っていうか、ハリエットさんはいいんですか？伝承っていうのは分かりましたが、私たちは明らかにこの世界の人ではない。そんな得体の知れない人を信じて。もちろん伝承だけでしたら警戒していたと思います。ですがあなたは力を貸してくれました。2度も私を助けてくれました。信じるにはそれで十分です。それだけで十分ですよ。右も左もわからない場所で、しかしそれでも力を貸すのをためらわなかったあなたを信じる。たとえ伝承がなかったとしても私はそう答えます。さっきのエフィメラという花、フォトンに反応して消滅しました。あれはダークアインシの塊です。アークスとしても放っておけません。それにこうまで言われちゃ断れないですよね。ありがとうございます。いろいろと情報が手に入りましたね。とりあえず一旦アークスシップに戻って報告しませんか？せー